どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ブセファランドラはご存知でしょうか？愛好家が多く存在する陰性水草の一種で、インドネシアのボルネオ島が原産の美しい植物です。自分もこのブセファランドラが好きで、まだ動画にはしていないんですが、結構いろんなブセを購入しています。そんなブセファランドラなんですが、かっこいい陰性水草という側面以外にも高額な水草という面でも有名です。よく聞くクダガンという種類でも1株1000円は当たり前で、初心者が気軽に買える代物ではありません。そんなに希少な水草なのと思われるかもしれませんが、現地では割とポピュラーな水草のようです。ではなぜそんな水草が高額で販売されているのかというと、一つは成長が遅いことが挙げられます。陰性水草は基本的に成長が遅いんですが、その中でもブセは遅い方だと思います。なので、有形草のようにガンガン増やしてガンガン市場に出回るということがないわけですね。また、水質面で小難しいところがあり、うまく育てられない方がいるのも原因かもしれません。しかし、そんな要因よりも、昨今の価格高騰に拍車をかけているのは何といっても輸入規制です。以前のブセファランドラクダガン紹介動画でもお話ししたんですが、ブセファランドラは2020年11月11日以降輸入が止まっています。これはバナナネモグリ線虫という寄生虫が原因です。バナナネモグリ線虫は名前の通りバナナに寄生するだけでなく、いろいろな植物の根に寄生して植物を枯らしてしまいます。もともと日本にはいない寄生虫ということで、日本固有の生物や植物に対して猛威を振るう可能性があるわけです。これは単なる趣味の話ではとどまらず、日本の農作物に大きく影響を与えることも考えられます。現在この寄生虫は日本ではほとんど存在していないと言われており、厳しい検疫を行うことによって被害を未然に防いでいる状態です。なら、検疫を通せば輸入できるんでしょって話なんですが、以前インドネシア側で検査を通した植物を再検査したところ、立て続けにバナナネモグリ線虫が検出されたことを受け、当面の間輸入が止まることになってしまったそうです。最初は日本での再検査を通れば輸入してもいいという話だったようですが、輸出側がちゃんとしてないのに輸入側の国がわざわざ検疫するのもおかしな話ということで、輸入自体がダメになったとのこと。2020年11月11日に禁止されて以降、自分が調べた限りでは規制が解除されたという話は聞いていないので、現在もその状態は続いていると思われます。一応一部の現地登録輸出業者は輸出の許可があるようですので、全く輸入ができないわけでもないみたいです。ただ、ここまでの情報に関しては自分が調べた範囲での情報で間違っている可能性もあるため、鵜呑みにしないようにお願いします。要するに、規制が解除されていたとしても、しっかりとした検疫を受けなければ、ブセファランドラは日本国内に持ち込めないわけです。前置きが長くなって申し訳ないんですが、ようやく本題に入ります。私、底辺アクアリスト黄昏、ブセファランドラの密輸を持ちかけられました。しかも複数人から。この話、動画にするかめちゃくちゃ悩みました。正直、輸出入関係の話は動画にする前からいろいろ調べてはいたんですが、ガチブセマニアの方からすると全然分かってないレベルだと思うんで、怒られるかもと相当慎重になっていました。しかし、さすがにこれはアウトだろうという出来事が起きたので話していきます。これは自分だけではなく、相当な人数に声をかけていると思うので、犯罪かもしれない取引に関与しないよう注意喚起として動画でお伝えしていきます。調べた感じ、1年以上前からこの密輸と思われる勧誘は行われているようで、ブセ界隈の方たちからすると周知の事実なのかもしれません。ちなみに何度も言いますが、一概にブセファランドラの輸入自体が違法というわけではありません。
自分が遭遇した事例は明らかに怪しいと思っただけなので、現地で採取を行っている方や販売している方を攻撃するのはやめましょう。もし今回取り上げる事例が合法だった場合でも、自分でその判断ができない場合は、迂闊に手を出すと犯罪に加担してしまう可能性があるという趣旨の動画なのでご了承ください。それでは早速お話ししていきます。遡ること去年の12月、始まりはインスタグラムの一通のダイレクトメッセージでした。急にこういった文面が海外の方から送られてきました。最初は自分のアップした画像を見て気に入ってもらえたのかと思っていろいろお話ししたんですが、どうやらインドネシアの人のようでした。インドネシアは ADA のレイコンでも上位入賞している方が多いので、その国の人からメッセージが来たのは純粋に嬉しかったです。ただそこから一気に話は加速し、日本のブセの価格を聞いてきて、めちゃくちゃ高いというくだりから、自分の友人がブセファランドラを栽培しており、希望するなら日本で売られている価格よりも安価で提供できると持ちかけてきました。おそらくファームと思われるところから撮影したブセの画像が大量に送られ、一緒にビジネスをしようと言ってきています。ただ、自分も検疫が必要なことはこのメッセージのやり取りをする前から知っていたので、検疫について確認したところ、このような文面が返ってきました。この文を読み取るに、アクセサリーとして発送してはどうだろうかといった感じの文面だと受け取りました。売買を持ちかけられた時からうさんくさく感じており、日本にも発送したことはあるのか、きちんとした検査証明が行われているのかなど、そのあたりをずっと聞いてみたんですが、いまいちよくわからない回答が返ってきました。何枚か証明書らしき写真も添付されたんですが、これが検疫を行った証明書なのかどうかもわからず、現在のブセファランドラに対する輸入規制を鑑みるに、プロだと判断したため、それ以降は連絡を取りませんでした。この時点で動画にしようかなとも思ったんですが、違法なのかどうかの確証がないのと、輸出入に関する法規制をいまいち理解していなかったため保留することに。そういったやり取りがあった3ヶ月後の今年の3月、またもやインスタグラムで海外の方からダイレクトメッセージが送られてきました。最初のメッセージは以前やり取りしたインドネシア人と同様、自分の投稿を褒める内容でした。アカウントの名前がブセファランドラインドネシアとなっていたので、すでに売買を持ちかけるために連絡してきたんだと悟ったため、めんどくさくて無視しようかと思ったんですが、必要最低限の会話でブセファランドラの輸出入の実態を探ろうと思い、2日後に返信しました。だいたいサンクスとジャパンだけで乗り切ってますね。チャンネル登録数多いね、すごいねっていうやり取りにもサンクスです。サンクス最強説。そこからは前回のインドネシア人と同様、日本のブセの価格を聞いたり、好きなブセのタイプを聞いてきたりした後、特別価格で提供するというお決まりのパターンへ。なんかマニュアルでもあるんですかね。再度、検疫はどうするのかと聞いたところ、布製品で送っているとのこと。こうやって梱包することで検疫を免れるんですかと確認したら、あっさり、はいそうです、隔離されませんと豪語してきました。おそらく自分の検疫はクリアできるのかという問いが、ブセがいい状態で確実に届くのかを心配しているから聞いているんだと思ったんでしょうね。堂々と検疫をすり抜け、日本へは1週間で届くから安心してと謎の念押しをしてきました。わざわざ国際スピード郵便、通称 EMS の発着履歴と思われる画像を添付してきています。最後に日本人と何人くらい取引しているのかと聞いたところ、自分は8人と取引しているとのこと。正直この人とやり取りをしてめっちゃ黒いなと思っていたんですが、まだ違法だという確証が持てません。先述した通り、現地登録輸出業者であれば問題ないのかなとかいろいろ考えましたが答えは出ず。が、そもそも植物を日本に輸入する際は検査証明書が必要になるので、
こんな梱包の仕方で証明書があるとは到底思えません。布製品と偽って意図的に検疫をすり抜けているとしか考えられないですよね。それでも慎重派な自分はこのやり取りを行った後も動画にする決断はしませんでした。最後にこの動画を作る決断をさせてくれた人とのやり取りを紹介。いつものように投稿画像の褒めから入り、何人か、ブセを売っているか、日本でのブセの価格はいくらなのかというテンプレ質問が来た後、取引を持ちかけてきました。自分の対応が適当すぎて本題に入るのが早くなってますね。いきなりブセの価格表を提示され、2人目と同様、安全にブセが届いていることを証明する発送履歴の画像を送ってきました。前回同様、検疫はどうしているのかと尋ねると、布製品として送っている、安全を保証しますとの回答が。多くの日本人が輸入して大きな利益を上げている。だから君もやってみないかと言ってきて、結構グイグイ来るタイプだなと思いました。再度、布製品としてブセを送るのか聞いたところ、はい、そうです。と、100% 安全にブセを送れますと。検疫なしで送るということですかという問いに対しては、はい、そうです。検疫はありません。だから日本へ迅速に配達できると豪語しています。なんでこのブセを売りつける人たちはしきりに安全を謳うんでしょうね。詐欺師とか儲け話振ってくる人ってだいたい 100% 安全とか 100% 利益出るとかいうことをしまくるんで、それと同じ類なのかもしれません。ダメ押しで単刀直入に違法ではないのかと聞くと、はっきり違法ですと言ってくれました。しかし違法かどうかはあなたは考える必要はないです。なぜなら配送は自分が担当しているからと謎に付け加えてきました。その後、たくさん買えば正規のライセンスを持つことができ、合法的に送ることができると言われ、そんな制度あるのと最初びっくりしたんですが、その文言の後に、しかしほとんどの人は違法に発送しており、顧客は違法かどうかなんて全く気にしていないと、赤信号をみんなで渡れば怖くない理論が展開されたんで、少なくともこの取引は違法なんだなと確信しました。最後に何人と取引しているのか確認したところ、10人以上という回答が聞けたのでやり取りは終了。というわけで、3人のインドネシア人と思われる方と DM をしましたが、総じてうさんくさかったです。自分のようにインスタグラムをメインに使っていない人間でも、アクアリウムの画像を投稿しているだけで複数人の業者が声をかけているので、実際に勧誘されているのはもっと多いと思います。現に自分の視聴者さんでもそういった業者に声をかけられたという人がいたので、手当たり次第感があります。インスタグラムは特にグローバルな SNS なので、この手の DM はとても多いです。正直実態がわからないので、ブセファランドラの輸入自体が悪いのかはわかりませんが、検査証明書がない場合、いくら認可されているファームだとしても輸入しちゃダメだと思います。少なくとも輸入規制がかかっている植物をアクセサリーや布製品として送るのは密輸ですよね。植物貿易法では、輸出国政府機関より発行された検査証明書がないと事前通知もなく廃棄されるので、出どころは関係ないと思います。もしこの業者たちが合法的な手段で送っているとしても、自分のように知識のない人間が気軽に儲けようと思って手を出す取引ではないです。違法に輸入してしまった場合は、最悪植物貿易法に基づき3年以下の懲役または100万円以下の罰金に課せられる場合があります。バレたら前科持ちで人生終了します。知らなかったでは済まされないことなので、マジで気をつけてください。小銭稼ぎのために人生棒に振るなんて、リスクとリターンが見合っていないです。このように目先の利益だけを求めて犯罪に手を染めてしまうと、自分が損をするだけでなく、まっとうにアクアリウムや植物育成をしている方にも被害が及ぶので、合法か違法か判断できない場合は、勧誘されても絶対に乗らないようにしてください。
下手すると趣味の世界どころか、日本全体の農作物や生態系にまで影響を及ぼす可能性もあります。一度でもこういった密輸が問題になれば、業界全体の風当たりが強くなり、世間からバッシングされますしね。横行しすぎて問題が表面化したら、もしかすると一生ブセが輸入できなくなる可能性もありますので気をつけてください。もしかすると他の水草の輸出入にも影響を与える可能性まであります。特にメルカリなどのフリマサイトでは、高額な種類と偽って違うブセを出品していたり、密輸株などを販売しているケースが多いようなので、慎重になる必要があります。自分もこのことを知る前に何個かフリマサイトでブセを購入していたので、今後は気をつけたいと思います。種類の偽装に関しては、今回の動画の趣旨とは外れるんで詳しくはお話ししませんが、偽装ブセを購入した人が知らずに増殖させ、間違った品種でまた流通させるという闇市みたいな状況になっていると推察しています。こういった現状があるため、結局ブセもどこから販売されているのかとか、タグがついているのかなどに重点が置かれ、植物そのものの見た目や価値よりも情報が大事になっているんじゃないでしょうか。別にそれが悪いわけではありませんが、自分のようにブセを自分で育てて楽しむ分には、種類が違ったとしても見た目が好きであれば特に問題ないと思います。ただ、密輸されたブセの可能性があることは念頭に置いておく必要がありますね。フリマで買ったブセを同じ種類として再販すると、フリマでのブセ市場が余計混沌と化すので、もし今までに出どころが不明な出品者から購入した種類が怪しいブセがあれば、流通はさせずに自分個人で楽しむことを推奨します。そもそも増殖させてフリマ販売とか考えたことはありませんでしたが、自分もそういったブセに関しては流通させないようにします。というわけで、自分は違法なんじゃと思った海外からのブセ密輸話でした。何度も言いますが、この業者の人たちがやっていることが違法だと断定しているわけではありません。もし合法だった場合でも、自分でその判断ができない場合は、迂闊に手を出すと犯罪に加担してしまう可能性があるという趣旨の動画なのでご了承ください。詳しい方などいれば、これが合法なのかなどの情報をお寄せいただけると助かります。皆さんも怪しい儲け話に釣られないようにしてくださいね。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。